私たちは現在こちらバンコクのスワンナプーム国際空港におります。はい。ということは、今日タイ最終日です。無念です。本当にありがとうございます。ありがとうございます。コップンカ皆さんこんにちは、カズホです。翔太です。今日は、11時ぐらいにこちらスワンナプーム国際空港に着いて、で現在ですね、最後のチャトラムでタイティーを飲んでおりますラストタイティーです。ラストタイティーです。もうタイティーめちゃくちゃ美味しいんでね。美味しいよね。めっちゃ恋しいマジ大です。好き。はい。スワンナプーム空港から、また次の目的地へ行こうと思います。そうなんです。はい。ということで今日も行っていきます。行きましょう。はい、私たちは今スワンナプーム空港の、ゲート8のフロア1にあるこちらマジックフードコートにやってきました。こちらのフードコートはすいません、辛くてこれがこちらのフードコートは他に比べて安くて美味しいというので、ホステルの人におすすめしてもらってきたんですけれども、私はこちらトムヤムヌードルを最後の、タイ最後の料理として食べてるんですけど辛いです。辛いね。辛そうな動画。トムヤムヌードルなんやかんや最初にして最後なんですけど、普通に美味しいです。辛いけど麺ツルツルで、こうパッタイもね出してるお店だったんだけど、中身がこうパッタイっぽい具材とかもあって美味しいです。ちょっとパッタイにすればよかったなってちょっと後悔してる。後悔してる。私が食べてるのはこちらですね。ミルコのこちらですね、豚足丼を食べてました。私は。はい。これもタイいる間、いろんなものを食べたんだけど、わりかしトップクラスにこの豚足丼、油がいい感じにトロトロで、肉もホロホロで、でご飯も汁ひたひたでみたいな。なのでちょっと最後の思い出として今日これを注文しました。ということで今回ね、タイ3ヶ月旅して、今日が最終日ということで、はい、ちょっとこのタイの皆様への感謝も込めつつ、ここまでねいろいろ動画見てくださった皆様への感謝も込めつつ、こうタイトークをしたいと思います。タイトーでね、私たちの動画、タイ編が19個動画を出しました。で一番最初は、チャトチャック市場。そうだね。はい。懐かしいね。バンコクのチャトチャック市場から始まって、一番最後にちゃんとのバイクで一周する動画でした。チャット GPT を使ってタイでのこう思い出でね、振り返られるような質問を考えました。はい、最初のクエスチョンなんですけど、タイで一番恋しい食べ物は何ですか？はい、もういっぱいあるね。本当にいっぱいある。ショートは何ですか？いっぱいあるんだけど、その中でも食べ物ではないんだけど、一番恋しいのはタイティーですね。私はタイティーが本当に恋しくて、やっぱドリンク系がすごい好きで、自分はだからこう旅したらそこの、ティーを必ず買うみたいなのやってて、前ベトナム行った時もハスチャとか買ったりしてたんだけど、やっぱそのタイティーの美味しさにちょっとハマっちゃった。プラスその砂糖なしのタイティーっていうのがすごい好きで、それがやっぱ一番もう恋しいし、恋しくなるだろうなっていうものですね。私はもう1位はパッタイ。パッタイがすごい好きです。次の質問が、タイのこの3ヶ月間いた中で一番カオスだった瞬間はいつですか？という質問なんですけど、これはどうですか？一番は、チャン島に着いた時の大雨の中の、大雨の中のバイク運転してた時、もう本当にあの時もアップダウンがすごいんだけど、その中でもう豪雨、だからもう本当にスリップするんじゃないかみたいな事故ったらカズちゃんもう後ろに乗ってたけど、もう飛び降りてねって言いたいぐらいもうすごかった本当に大雨で。やっぱそれが、めっちゃカオスだった瞬間かな。私は、最初の方にバンコクに来て、でバンコクで、だいたい Google マップで調べるとバスで30分ぐらいで着きますよっていう場所があって、それにバスで乗ったんですけど、実際ね1時間かかったんですよ、そこまで着くのに。それぐらいバンコクの交通事情がカオスすぎて、もう Google マップのバスなんか当てにならないから。で次、クエスチョンナンバー3は、また戻りたい場所です。また戻りたい場所、僕はカンチャナブリですね。もう
他にもめっちゃいいとこ多いんだけどタイはその中でもやっぱカンチャナブリの自然もあってでなおかつこうある程度こう中心地が栄えててでおしゃれなカフェもあるしご飯美味しいしみたいなそのなんか落ち着いた場所とちょっと賑やかそのバランスがいい塩梅だったかなって。私的には、ちゃんとで最後に行ったやっぱ島の暮らしがすごいゆったりしててこのタイの本土とはまた違った空気感でもうそこで出会った人もみんなすごいいい人だったのでやっぱりちゃんとはすごい思い出に残ってます。クエスチョンナンバー4はまたタイに来た時に、はい、次はここに行きたいという場所です。今回行けなかったところで、それもまためっちゃ多いもう行きたいとこ多いしコメント欄でもおすすめの場所って言ってで行けなかったとこ多いんですけどその中でもクラビ、南のちょっとプーケットの近くなのかな、でそのクラビってとこが、なんかブループールっていうめっちゃ綺麗な、湖が見れるらしくて、なんか雨季の時なんだけど、そこに一番近いのがそのクラビってとこなんだけど、もう自然がすごいとにかく豊か、なので、そこ行けたらなって思ってたんだけど次のタイ編ではそこに行きたいなと思います。私は、クート島です。クート島ね、トラウトとチャン島の動画を出した時にコメント欄で結構たくさんのタイの方がクート島おすすめですよって言ってくれたんですけど今回はちょっと予算の関係でクート島行けなくて、ぜひ次は行きたいです。で最後のクエスチョンがクエスチョンナンバー5が、お気に入りのタイ語です。タイ語ですね。私たちタイに3ヶ月いたんで、その買い物するのに本当に必要な分とか、あとはちょっとした挨拶とかはね、覚えてったんですけど、なんかその中でお気に入りのタイ語はありますか？私はですね、マイサイナムターン砂糖なしでお願いしますっていうこれタイティーを注文するとき必ず使ってました。でマイサイナムターンって言うともう必ず通じる。マイサイナムターンねみたいな、その快感っていうのもあって、基本的に砂糖なしで何でも頼みたいっていうので、それは必ず必須かなと思って覚えてたんですけど、それが一番やっぱ便利だし好きなタイ語ですね。通じると嬉しいよね。そうだね。タイ語が、私はちょっと2つあるんですけど一つがアロイ美味しいっていう意味、アロイってそのご飯食べに行った時にアロイかーって言うとすごい喜んでくれる、その嬉しさもある。でもう一個が、プートパーサタイマイダイこれ合ってんのかわかんないなんかやっぱ通じないんですよこれ言っても。これ意味がねタイ語が話せませんっていう意味なんだけどなんかタイをスピークタイみたいなね、プートパーサタイマイダイって言うと1回目って言うのでもう1回はっきりとプートパーサタイマイダイって言うとすごいできてるじゃんみたいな外国人の人が日本語話せませんって言ってるのと同じすごい面白いじゃん現地の人からしたらその反応がすごい好きで全然できてるじゃんみたいなそれがすごい好きでプートパーサタイマイダイめちゃくちゃなんか呪文みたいすごい好きですはい、ということで、今日がねタイラストの日なんですけれどもこの旅が始まって一番最初タイで1ヶ月過ごした後カンボジアで1ヶ月過ごしてその後またタイに戻ってきて2ヶ月過ごしたので合計3ヶ月タイにいました、でこの3ヶ月の中でこのたくさんのタイの方の優しさとかねぬくもりに触れて本当にもうお世話になった国です、で YouTube の方もすごいタイの動画たくさん出したんですけれども、もうどんどんタイの方のビューアーが増えてタイの方からここおすすめだよとかすごい日本大好きってねコメントしてくださった方もたくさんいて本当にありがとうございます。コップンカーですごい今の YouTube 私たちの YouTube、基本的に日本語でやっていてでいろんな国の言語の字幕をつけているっていう感じなんですけど結構タイの方にねたくさん見ていただいてるんですよ、日本人がタイに来たぞっていうので、反応を見てもらえてるのかなって思うんですけど、でこれからまた違う国にね行っちゃうのでちょっとタイの方が見なくなっちゃうかなっていう不安もあるしちょっと YouTube どうなっていくかなっていう不安も、一応あるはあるんですけどでもこれからもまた私たちがねいろんな場所に行ってその場所を楽しんでる様子をこれからも見ていただければ本当に幸いです。はい、ありがとうございます。
でね、私たちもタイのめちゃくちゃファンになったので、また絶対ねタイに戻ってこようと思っていますので、皆さんお待ちしていてください。絶対また戻ってきます。それでは飛行機乗っていきます。行きましょう。はい、今ですね ATM の方で、キャッシュを下ろしたんですけど、手数料が安く抑えられる方法はブログに書いてあるので、そちらをぜひチェックお願いします。で、簡単な、内容を説明すると、ポストカード、クレジットカードですね、で引き出して、で後々こうリボ払いを繰越返済すると安くなるっていうので、詳しくは本当にブログに書いてあるのでぜひチェックお願いします。ということで、無事イミグレを越えてベトナムハノイに着きました。はい、ということで私たちの、次の目的地はベトナムです。これ今日からベトナムを44日間旅する予定です。飛行機をバンコクからこちらハノイまでベトナムエアラインを使ってだいたい3時間ぐらいのフライトだったんですね。すごくコスパが良くて機内食もあったし、CA さんたちのサービスもすごいね良くて、でそれで1人バンコクからハノイまで14,077円でした。コスパめっちゃ最高です。サービスの充実さがすごい良かったです。でご飯も、フィッシュカレーみたいなのと、あとチェーっていうね、スイーツがあったんですけど、それも両方ともすごい美味しかったし、このエアラインめちゃくちゃ良かったです。で私ベトナムは初めてなんですよ。で翔太がもう3回目。そうです、これ3回目。ベトナム3回目なので、ベトナムの結構基本情報とかこれが美味しいよ、これ食べた方がいいよっていうのは翔太におすすめをねもらってるんですけど、私は初めてのベトナムで、最初にやりたかったこと、それはバインミーを食べることです。ずーっと恋焦がれてたもんね。バンコクの最後の3日間ぐらいずっとバインミーが私を待っているバインミーが私を待ってるんだずっと言ってたからね。こちらは空港内にあるバインミー屋さんなんですけど、ご翔太がね前食べて美味しかったって言ってたので、ここで食べています。バーベキューポークバインミーを頼みました。こちらが1つ78,000ドンですね。78,000ドンでした。はい、空港内なのでちょっと高めかなとは思うんですけど、ちょっと食べていきたいと思います。前母親と一緒に来た時にここ食べてめっちゃ美味しかったので、来た時にカズちゃんにここに翔太のお母さん見てますか覚えてますかそれではいただきます。緊張する緊張することないよ。うまい。美味しいよね。これやっぱバインミーの肝はやっぱりちょっと語ってすいません、フランスパンですね。やっぱフランスパンの生地が全然違うから、日本で食べるバインミーはバインミーじゃないです。この外カリ中ふわがなんか日本の本当に表参道とかにあるようなフランスパンじゃないとない感じ。このフランスパンの高級感と中のちょっとジャンキー感出るから、そのフュージョンがいいです。すごい。で物によってはちょっとヘルシーなものだったり、中身の具材が違うから、そのバリエーションを楽しめる。でそれにハマって前回母親と旅行来た時はフランスパンだけを買って帰国して、それでバインミーを作った。でも確かにこの感じはないなかなか日本じゃない。今、タクシー勧誘の波を越えてバスに乗りに行きます。はい、おそらくですが、市内までのバスは86、前回も確かこれで行きました。これが一番安い。あ、そうなんだ。わかりました。バスが一番安いです。86ですね。86です。はい。
大興奮また戻ってきましたよ。これやっぱね、匂いがちょっと違うんですよ。調味料の八角の匂いがするんです。甘い、ちょっとそう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 。ちょっと甘いよね。それがなんかハノイの匂いっていう感じです。ハノイ大興奮。そう、ベトナムといえば、そのベトナムのシティといえば、やはり信号がないところだと歩行者優先ではなくバイクとか車が優先なので、歩行者はバイクの間を縫って歩かなきゃいけないんですね。これもベトナムならではのすごいスリルがある経験ですね。どうですか？こちらが本日からハノイで泊まるお部屋です。めっちゃ広いな。めっちゃ良くない？うん、めっちゃいい。ここにソファーがあって、ベッドが2台、シングルが2つ、テレビもあって、ケトル、ドライヤー、そして冷蔵庫もあります。あります。で、ヘアドレッサーみたいなのあるし、あっちに服を入れられるところもあると。わ、ベランダ。ちゃんとある。この鍵は、まあ、海外あるあるだし閉まらないんですけど、まあ、上が5階なので、まあ、ここまで登ってくる人いないだろうということで、前回のハノイのホテルも鍵ついてなかった。まあ、そういうとこ多いんだろうね、きっと。そうだね。で、まあ、シャワーがあって、でトイレがあると。おー、すごいコンパクトだ。ということで今日は、バンコクからこちらハノイまでの移動日でした。はい。で、今回の動画から、ベトナム編がスタートいたします。はい、これからね、44日間ベトナムに滞在する予定なので、ここ行ってほしいとかおすすめの場所とかおすすめのフードとかあればぜひコメント欄にて教えてください。はい、そしてタイの皆様、3ヶ月間お世話になりました。ありがとうございました。コップンカーということで今回の動画いいねボタン、チャンネル登録、そして通知ボタンの登録もお願いいたします。はい、皆様のコメントもお待ちしております。はい、あとブログの方でも YouTube に載せてない細かい情報を載せてるのでそちらもぜひチェックお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。